ジャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあこれはですね、キング&プリンス永瀬廉君のレディオガーデンなんですが、やっぱり廉君すげえなと思うのはね、わざわざノリにですね、この誕生日おめでとう LINE みたいのをね、くれてないんだけども、くれてんのかい。すごく喜んでくれてんじゃないかなと勝手な思うんですよ。面白い。どうなんでしょう。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。もうすぐ3月でございます。卒業式のね、もう時期でございますけど、小中高僕はもう3回か、卒業式やってきましたけど、中学かな一番印象残ってんのはやっぱダントツで、なんて言ったってね、同じ学校で入学して同じ学校卒業したことがなかったから、俺は。小学校3回変わってるから、幼稚園も3回変わって、中学だけ唯一変わらずに行けたんで、で、高校も2回変わって。だから中学がすごい印象残ってますね。なんかもう、そういえば今思えば、小学生の時から担任変わった人ばっかりやったなっていうのを今ふと思い出します。なんか、1年生の頃は、おばちゃんやったんですけど、なんか、そのおばちゃんの先生の気分が乗らない時は、授業をやめて、小公女セーラっていう本を読み聞かせるんですよ、僕らに。それが週に2回ぐらいあったかな。週2回ぐらいあった。で、小学校2年生の時の担任がおっちゃんやったんですけど、その人も多分気分が乗らない時なんでしょうけど、それをする時は、気分が乗らん時授業をやめて弾き語りをし始めるんですよね、なんか。ギターを持って、ちょっと今日は弾くわって言って、ギターを持って、はい。だからまあ、3、4年も変わってて、5年生がでも唯一普通やったかな。6年の先生も変わってて、中学3年間ずっと同じ担任で変わってて、高1もちょっとなんかツンデレな感じの先生で変わってて、おばちゃんの。高2、高3が変わってた。高2、高3、まあそのエピソードも徐々に話していくんですけど、高2、高3の先生もね、なんか英検の勉強してたから、その時。で、英語の話をしてて、したら、英語どうやって喋れるようになるのかなって言ったら、いや、俺はね、つって、俺はね、朝起きたら急に喋るようになってたんだよね、って言ってて、嘘つけと思っても。しんどと思って。もうガチな顔で言うから、なんか、ちょっと、そういうことを普通に言うような先生だったから、変わってるのよね。なんか急に電話来たりもするし、今。なんか、一番濃かったのが、中学の担任と、小3、小4? 同じ担任やったんですけど、その先生が濃かったな。またいつかどっかでお話しますね、これも。泣くか泣かないか。俺ね、どっちだったっけな。小学校の時泣いてないのよ。で、高校生なんか泣くわけもなくて、中学が泣かんかったわ。泣いてないわ、俺。ね、でも、もちろん、来るものはありましたけどね。もちろん、悲しいって。あと、あれやわ。中学の時は、泣いたらちょっと、かっこ悪いみたいな。そういうのちょっと思っちゃってたのかもしらん。今やったらもう素直に泣けてると思うけど。っていうので、ちょっと無理やり押し込めてたのかもしらんけど。懐かしいな、なんか、帰りに、同じクラスの子たちと写真とか撮ったりとか。いや、中学かな、一番一緒に残ってんの。で、これ話したんですけど、中学の卒業式で、一人一人なんか、卒業証書渡すときに名前呼ぶじゃないですか。で、僕、永瀬で、その、前の子の名字が、中島やったんですよ。中島。で、中島くんが卒業証書を受け取って、次俺やったんですよ。で、次俺、名前呼ばれるなと思って聞いてたら、出席番号13番、中島って。2連チャン中島やったんですよ。これちょっとはってなって、順番間違えたと思って、でも中島くんさっき呼ばれてたなと思って、冷静になって考えると、間違えられたんですよ、名前を。で、他のクラスの子見てたけど、俺だけ名前間違えられて、100何人かおったんかな。俺だけどその先生も他の先生誰一人間違えんくて、で、俺の担任の先生も俺の時だけ間違えやがって、で、すげえ恥ずかしい思いをしたの
がめっちゃ印象残ってるね。だから2連チャン中島やったのね。俺長瀬やのに。だからお前ふざけんなよっつって卒業式終わった後。もうそういう関係性やったの、俺担任と。だるいってみたいな。もう結構、まあ冗談でね、言い合える仲やったから、わざとっつって。だからもう、笑って違うと言ってたけど、ワンチャンわざとやね、あいつ。あいつのことやから。超仲良かった3年間ずっと一緒で、中2の時もほぼ毎日喧嘩して、で、中3で仲良くなって、何かとなんか鬱陶しかったの。俺のことをジャニーズって呼んでくるから、じゃあここの問題分かるやつつって、はい、じゃあジャニーズみたいな。もうすげえ気にしてた時期やったから、それ。仲良くなかったらマジでムカつくような先生やったんで、その頃はすごいムカついてた、中2は。でも中3ではもう、すげえ仲良くなって、今でも大阪帰った時、カラオケ行ったりするもん、俺。そう、めっちゃ長い今。そう、オレスカの古田さんの、オレスカの先生みたいな感じよね。いや、あんないい先生じゃないわ。全然良くない、あいつは。全然あかん、全然あかん。そうだから、俺が中学入学と同時に、なんか、教師1年目、新米。で、そっから3年ずっと一緒で、またこいつと一緒かよ、みたいな思ってたね。覚えてるわ。楽しかった。まあ、卒業生の皆様、本当におめでとうございます。それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りします、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜はこの企画をお送りしたいと思います。王様のお悩みスイーツ。この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんから、現在悩んでいることや迷っていることを募集し、王様である永瀬廉からスイーツのような一言をプレゼントするという企画でございます。さあ、これをね、前に教えてもらった相談者の方を姫だと思って優しく語りかけてあげて、セリフの後に拍手や歓声の音などで盛り上げるっていうセリフで、はい、これを踏まえて解決ざっくりバチコリとしていきたいと思います。茨城県は春さんからいただきました。レン君こんばんは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。私は春から保育士になるのですが、絵が破壊的壊滅的なことが悩みです。ジャニーズアイランド劇中でカイト君がサンダーアートを披露していると思うのですが、そのくだりレン君の描いた破壊的な絵を見ることができてふっと笑えるし、私自身は和んでいます。絵が下手な保育士でも大丈夫だと思えるような甘いメッセージをください。なんかね、そのコーナーはね、むずくて、カイトがサンダーアートを披露しているときは、僕らさんに宇宙にいたんですよ、とりあえず。宇宙でサンダーアートをして、なんかこういうほっこりというか和んだ時間って最近ないよなーってちょっとカイトが話してて、で、俺スタンバイしてるんですけど、で、その中で、サンダーアートして、言うたら披露みたいな、カイトの新しいことを披露するコーナーみたいな。で、それで、サンダーアートだけだったら物足りないよねっていうので、そもそも次のコーナーに行くためのきっかけとして、最後にカイトが描いた絵を、俺の絵を見せるっていうコーナーがあって、で、その前になんか、翔が俺が描いた絵があったの面白いねって話になって、僕と翔が絵を描くことになったんですけど、その破壊的な絵っていうのは何のことかわからないんですよ、僕的に。全然下手だと思ってないし、俺的には。だから、ハルさんは破壊的壊滅的なことが悩みでしょ？それも下手なんですよ、じゃあ。完全に。はい。もう認めちゃってるんで。僕、下手じゃないんですよ、僕は。はい、全くもって。なんて言うんでしょうね。言うたらピカソみたいな。わかりますちょっと。だって、なんていうのすごい、ど素人なんでね。個性的な絵っていう意味での共通点な話ですけど、僕も結構個性的な絵を描くんで、やっぱそういう偉大な画家さんって個性的な絵を描く方が多いじゃないですか。そういう意味では言うたら一緒ですよねっていう、僕も。全然、なんか、美術館飾られてもおかしくないような、はい、感じですけども。ね、なんか、勝手になんか和んでらっしゃいますけど、ね、ふって笑っちゃってますけど、見とれてほしいですよね、僕的にはやっぱ。はい。あれなんじゃないハルさんは謙虚なんじゃないだからもう、ほんまうまいけど、自己肯定感っていうのが低くて、私は絵が下手なんだって思い込んじゃってるから余計に下手に見えるだけで、実は下手なんじゃないよ、多分ハルさんも。言うたら。そう。だから、行きます。ハルさんは、下手じゃないよ。です。言う
ったらもう、気持ちです。結果、気持ちなんですよ。なんかね、自分が何を伝えたいかのせいってやっぱ、うまく表現できてるかっていうのは、もちろん他人から決められますけど、自分の中でそのうまく表現できたらな、できたなって思ったら、その絵はもううまいんですよ。はい。っていうことなんで、ハルさんも言うたら、メタじゃないと思うんですよ。うまいんですよ、そういう意味では。気持ちを変えれば。まあ簡単に言うと、気にすんなってことですよね。すごい遠回りしたけど、もう一番最短なルートでいくと、気にすんなってことです。こうやってね、言うてる人もおるわけやから。どうマネージャーの N さん、この回答。拍手いただきました。お悩み解決ということでいきましょう、もうこれは。はい。それでは次のメールいきましょう。26歳、さっちゃんさんからいただきました。れんくん、こんばんは。毎週楽しい時間ありがとうございます。最初に気をつけて頑張ってくださいね。私のお悩みは、私服や小物、おしゃれが好きすぎるです。仕事の時と休みの時は洋服はもちろん、カバンも靴もアクセサリーも 100% 別にしております。その結果、一人暮らしなのに靴は55足持ちです。2倍お金がかかるしたった週2日の休みですが、楽しみたいし、こだわりは強め、かっこ笑。おしゃれが好きでこだわりが強そうなレン君なら共感してくれると思ってます。甘い言葉はいらないので、ファッショントークしてください。お願いします。だって。いや、コーナー違うから、さっちゃん。だってもう、題名からね、甘い言葉はいりませんっても書いてあるもん、件名からも。相当言ってほしくないか、それか、ちょっとあんま自分で言うのもなんですけど、こうやって結構やらせてもらってるじゃないですか。やらせてもらってるじゃないですか、この企画。そこまでお悩みをこれまで解決してないっていうところに気がつき始めてるのかもしれない、この人は。もしかしたら。そうそう、もしかしたらね。俺もあんま言いたくなかったけど、それも。もしかしたらいいけどね。なるほど。55足か。てか、よう入るよね、靴箱に。すげえな。だから、廊下とかに置いてんかな。やっぱ靴かなんか箱に入れて。でもちょっとわかるのよ。カバンも靴もアクセサリーも 100% 別。でも、俺その時期終わってもて、もうつけんのがめんどくさい。だから時計も俺何本か持ってるけど、もう半年以上つけてないし、アクセサリーもリングとかも昔のとか含めたらえげつないぐらい持ってるけど、ライブぐらいしかつけないっすもん。そうだから今、マストでつけてんのはネックレスとブレスレットなんですけど、これはもうお風呂も一緒やし、寝る時もずっと一緒なんで、外してないんですよ。そういうアクセサリーをだからずっとつけてる。一緒でもいいから。でもちょっとわかる。だって俺も未だにですけど、お昼買い物とか行くと、オフの日ね、買い物行ってで夜、飯行くとき着替えるもんやっぱ。またもう一軒行くってなったら、家帰って着替えたいもんね、ほんまは。もったいない。服を着ないとなんか、もったいないというか、せっかく買ったのに。っていうのもあって、あと何より着るのが好きなんですよね、俺、服を。そうそう、だからもう自己満よね、言うたら。もう、あんまね、見られてないのもわかるけど、もちろんメンバーとかね、そんなマネージャーとかももちろん気にしてないの分かってるけど、なんか着替えたいのよね。だからそこに関しては完全な自己満でしかないと思う。だからね、俺、翌日何着てくかっていうのを前日の夜決めんのよ、いつも。迷っちゃうからさ。なんか時間ない時に限って、これ着たいってなっちゃうから、前日から、今日はこれとこれとこれって決めて寝ないと、次の日絶対遅刻する俺。迷っちゃうから。なんかたとえ、その朝、これで行こうと思って、もう出る準備、あと出るだけっていう時も、やっぱパンツこっちの方がええわってなって着替えたりして、やっぱ戻そうかな。で戻して、したらもう5分過ぎてるからね、集合時間。それ良くないってなって前日から決めるようになった。あと俺、物を選ぶときやっぱフィーリングなんよね。見るのめっちゃ早いの俺。もう3分ぐらいで見終わっちゃうかもしれん。もうこうやってすごいスピードでめくってって、ちょっとでも感じるものがあれば来てっていう感じで。そうそうそう。あとネットでは買わないね。一回失敗してるから。靴俺何足持ってるやろな、今。この前、ラジオでも言ったけど、7足ぐらいあげて。まだあるから、
そういえばさ、昨日靴選んでて思ったのがさ、真ん中に両開きの靴箱があって、その横に片開きの靴箱があるの、うちって。で、久しぶりに左の靴箱を開けたら、履いてない靴4、5足あって、もったいなと思って、中には買った記憶のないものまであったから、だからそういうのめっちゃあると思う、多分。さっちゃんさんはもっと。だから何持ってるからって把握してないよね。さっちゃんさん自身、多分もしかしたらね。だから同じ靴を2足買ってるかもしれんし。そう、俺よくあれなんですよ。全く同じ服の全く同じサイズ2枚買ったりするんですよ、俺。トレーナーとか。いいなと思ったものがあったら、これって2つあったりしますって言って、ありますよ、同じサイズで。あ、じゃあ2つくださいって言っちゃう。なんでかっていうと、汚れてもいいよと、汚れちゃいけないよ。だから結果的に、汚れちゃいけないよう着ないのよね。そう。けどなんかさ、万が一ってあるじゃないですか。焼き鳥食ってて、2枚持ってる服で行ってたんですけど、気づいたらめちゃめちゃ焼き鳥の数、タレが、脇の下から袖にかけてついてて、で、もうこれ、あかんと思ってクリーニング出すやん。ってなるとクリーニングの間は切られへんやん。ってなると、もう一着あってよかったなーって思って、そう。でも、結果、そのクリーニング出してる間、2着あるけど、着やんかったんだよ。それなんでかっていうと、着たばっかりで、着たいと思わんかったから、その服を。他別の服を着たいと思っちゃったから、だからもう、2着もいらんのよね。結局。2着もいらんの、ほんまに。うん。そう。だから同じ服を2着買うことはお勧めしません。バカです、それはただの。僕の性格上の話ですけど、それは。さあ、これからもね、ファッション楽しんでいきましょう。こだわり持つこと大事なので。ね。マジであんなこと言ってないけど、まあ、いっか。はい。さあ、引き続きリスナーの皆さんが現在悩んでいること、迷っていることを募集しています。宛先エンディングで紹介します。以上、王様のお悩みスイーツのコーナーでした。それではここで一曲お送りします。キング&プリンスでメモリアル。どうぞ。涙も悲しみも笑い合える今日という瞬間を変えられながら何やる星で見つけられるのは奇跡やなって過ごす時間描いてゆこの未来君も守り続けるよ虹のように暖かないで君を包む今ですよ大切に重ねながらこの星に出会うよ幸せつきますようにキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスコンサートツアー2019の DVD、ブルーレイが現在発売中です。ぜひチェックしてください。そして永瀬廉が主演を務める映画4種ペダルが8月14日に全国公開されます。さあ、この番組では皆さんからメールを募集しております。質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@joqr.net、ren@joqr.net、ren@joqr.net です。お別れの時間ですね、今週も。今週も手応えバッチリのお悩みスイーツのコーナーでした。ということで、お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。ジャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ